どうも、白井です。今回は従者に対するバフの使用について解説していきます。巷では弱いと噂されている従者ですが、検証を進めていくうちに準勇者よりも強力なバフを得られる可能性が見えてきました。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。バフは大きく分けて2種類あります。1つ目はプレイヤーの操作の有無にかかわらず常時その効果を得られるパッシブ効果です。攻撃力や属性ダメージなどの従者のダメージ計算に関する効果は基本的に全ての効果が適用されます。2つ目はダメージを与えたりスキルや印を発動したりとプレイヤーの操作がトリガーとなって効果が得られるアクティブ効果です。こちらはパッシブ効果と違って一部のアクティブ効果のみが従者に対して効果を発揮します。それぞれ詳しく見ていきます。まずはパッシブ効果から。信頼ボーナスでは準勇者及び従者に対して攻撃力のバフを得られます。希少の攻撃力も信頼ボーナス同様、準勇者及び従者に対して効果があります。当然ですが希少の従者ダメージは従者に適用されます。属性ダメージ及び属性耐性貫通も従者に対して効果があります。未検証ではありますが、会心率及び会心ダメージも従者に効果があると思われます。音符に関しても攻撃力及び属性ダメージが従者に対して効果があります。未検証ではありますが、会心率及び会心ダメージに関しても効果があると思われます。ロスレコの基礎ステータスにある属性ダメージも効果があります。コア効果やアシスト効果にパッシブの攻撃力上昇や属性ダメージ上昇がある場合は従者に対しても効果があります。一部の準勇者が持つパッシブのバフ素質は従者に対しても効果があります。闇属性の場合はコゼットの冥府の賜物、フィレンの追跡指令、クルニスの闇医者が該当します。続いてアクティブ効果について確認していきます。アクティブ効果が従者に対して適用されるかどうかは効果の対象で判断することができます。具体的には効果の対象が味方の場合です。効果の対象が特定の準勇者だったりチーム全体を対象とするものは従者には適用されません。魔女の飛躍のコア効果にもアクティブのバフ効果があります。効果の対象が味方ではないので従者に対して効果が適用されないと思っていたのですが、検証の結果効果が適用されていることを確認しました。前段の効果がパッシブ効果で、これに対して追加で効果が適用されるのでパッシブ効果の扱いになっているようです。素質を選択する場合はまずその素質がパッシブ効果かアクティブ効果なのか、アクティブ効果の場合は対象が味方なのかに注意する必要がありそうです。最後にバフ効果の計算について解説します。準勇者の場合、パッシブ効果とアクティブ効果のバフ効果は同枠加算となります。例えばパッシブ効果で攻撃力を 100%、アクティブ効果であるチーシアの轟く角笛で攻撃力を 162% 強化した場合、準勇者の得られる攻撃力のバフ量は 262% になります。これに対して従者の場合の計算は同枠加算ではなく別枠乗算になります。先ほどと同様に計算してみると従者の得られる攻撃力のバフ量は 424% になります。現状の闇属性の準勇者では従者を強化できるパッシブとアクティブ素質が少ないですが、今後実装される準勇者の素質次第では召喚者を超えるバフ量を得ることも可能な仕様になっています。手持ちの関係で属性ダメージについては検証できていませんが、おそらく攻撃力同様に別枠乗算になっていると思われます。ちなみにアクティブ効果の説明で出てきた魔女の飛躍の追加効果についてですが、パッシブ効果に追加で上昇する効果なので別枠乗算ではなく同枠加算でした。従者のバフ仕様の解説は以上になります。この動画が皆さんの攻略の助けになれば嬉しいです。このチャンネルではこれからもステラソラの最新情報や攻略情報の発信を続けていきます。見逃したくないという方は今のうちにチャンネル登録と通知オンをお願いします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたのステラソラライフがより充実したものになりますように。